新潟県南魚沼、言わずと知れた日本のこれどころであり、収穫前の夏には美しい水田の光景が広がる。ここには南魚沼にこだわった旬の野菜や山菜、発酵食品の一番美味しい瞬間を料理にして提供するグルメ宿がある。同じ料理を作るのに5日前後と旬にこだわった料理はミシュランにも選ばれている。大沢山温泉に浸かり、ゆっくりとした時の流れに身を任せる癒しの宿です。美食と郷愁に癒される最高の宿でした。越後湯沢温泉の近くに里山十条はあります。南魚沼は豪雪地帯としても有名ですが、その最大積雪量は240センチ。上越新幹線の福道からの落雪を防ぐトンネルです。山を越えて進み続けると越後湯沢の辺りに着きますが、その道中に里山十条があります。この辺りは大沢山温泉と呼ばれており、美肌の湯として有名。里山十条も大沢山温泉のお湯を使用しています。里山十条に到着。2014年に自然、地域、暮らしを感じられる全13室の宿としてオープン。築150年の古民家を現代風に改装し、懐かしさと新しさを両立しています。特に秋と冬は人気で予約が困難です。秋は里山の美しい紅葉が見られ、南魚沼の新米がうまい。そして冬は雪景色を見ながら浸かる温泉を求めて宿泊客が全国から集まってきます。そのため宿泊料金は高くなりがちですが、実は夏が狙い目。秋、冬に比べてキャンペーンなどで30から 50% 程度安く泊まれ割とついています。野菜料理が多い宿ですが、夏野菜や夏の果物が絶品。今回は夏の里山十条に宿泊し、その魅力をレビューします。総ケヤキ、総漆塗りの10メートルの吹き抜け空間が広がる非常に開放的なロビー。釘を使わず木組みで梁を作っており、日本の建築技術の高さを感じます。昔の家は地震に強いと言われる理由の一つです。ロビー中央には九州産の大きなクスノキを用いたオブジェ、福小槌が鎮座。その下でひっそりと大黒様が支えているのが面白い。なぜこのような構成にしたのか気になります。こちらがフロント。いろんな賞を受賞しているようです。ミシュランとベストシェフ、野菜料理を重視するレストランを評価するグリーンガイドで5つ星を取っています。チェックインの手続き前に茶菓子をいただきます。太陽盛りという新潟村上の酒蔵が作った酒粕入りのチーズケーキです。キンキンに冷えたビールがうまい。酒粕がチーズの旨味を引き上げ、甘みもプラスしています。相性がいいですね。客室へ向かいますが、夏季で宿泊客が少なかったせいか、客室をアップグレードしてくださいました。もともとはクリエイターズツインという客室露天風呂のない客室でしたが、客室露天風呂付きのビュー畳ツインに宿泊します。宿泊料金は2名有朝食付きで107,250円。基本的に宿泊予約サイトのキャンペーンを使っていい宿にコスパよく泊まっていますが、ここは公式から予約しました。そっちの方が安かったんです。全30室のうち露天風呂付きの客室は9室。そのうち最もコンパクトな客室です。和風の客室はテラス、寝室、バストイレの構成。床は畳となっており、踏み心地がいいです。2人から3人であれば快適に過ごせそうな広さです。客室の中は後で見るとして、まずは露天風呂があるテラスへ。テラスにはマウンテンビューの眺望が素晴らしく、水田を模した池と池に浮かぶような岩の露天風呂があります。もともとは草むらの景観とヒノキ風呂でしたが、2025年にリノベーションして景観と風呂が変わりました。池には小さな金魚が放されており、足音が聞こえると手付けと思って近づいてきます。こちらは露天風呂。池の上に浮かんでいるような岩風呂の温泉です。虫などの混入を防ぐため蓋が閉じられています。ちょうど大人一人が足を伸ばして疲れるくらいの広さ。蓋を開けっぱなしにしているとこの子が岩風呂にダイブするリスクがあります。早速ですが使ってみましょう。冬のしんしんとした雪の降る中で入る温泉もいいですが、虫の声を聞きながら入る温泉も格別です。泉質はナトリウム塩化物炭酸水素塩泉です。ツルツルぬるぬるとした肌感が特徴の美肌の湯であり、皮膚病への効能があります。
ちなみに奥に見える建物が大浴場です。後で見に行きます。岩風呂から顔を出すと金魚が集まっています。温泉成分が柔らかめなので池の水と温泉が混じっても大丈夫なようです。露天風呂には洗い場がないためすぐ横にシャワー室があります。レインシャワータイプです。シャンプーやボディーソープ類も揃っています。天然素材 100% にこだわったオーストラリアのバネッサ・ミーガンというブランドです。客室を見ていきます。テッドは CD 製です。自宅のようにくつろげるようにという考えでオーガニックコットンを使用した館内機。照明や小物にもこだわりを感じます。環境に優しくというコンセプトがあるため、高級シティホテルのように至れり尽くせりという感じではない。でも、それが家感を出していて心地よいです。ミニバーあたりも見ていきます。デスク上のコーヒーやおかきは無料。冷蔵庫の中身も無料で、足りなくなれば館内の補給場所から追加できます。トイレです。タオルヒーターもあるし、手洗い所も石造りと高級感があります。館内も見ていきましょう。里山10畳は3階建てであり、大浴場以外の設備は1階に集約されています。まずは大浴場へ。203号室から歩いてすぐなので非常に行きやすい。たまに大浴場が遠くて行くのが億劫になる宿もありますからね。大浴場は男湯、女湯、そしてプライベートサウナがあります。男湯と女湯は朝晩で入れ替えになるため両方見ていきます。脱衣所はロッカーの数が多いが洗面台が1つ、トイレと黒電話があります。化粧水はバイオレチノールなどの天然成分を含んだ高級品。温泉の分析所があります。源泉はやはり大沢山温泉ですね。炭酸水素ナトリウムを含んでおり、着塩規制です。大浴場の中を見ていきましょう。こちらが内湯。木のいい香りがする10人はゆったりと入れる大きな浴槽です。大沢山温泉自体は少なくとも昭和からあるみたいです。こちらが露天風呂。石組みの浴槽であり、南魚沼の景色を一望できます。雨が降った時用に雨傘があります。新緑の季節に高い空を眺めながら入る温泉もいいものです。もう一つの温泉も見に行きましょう。脱衣所の作りはどちらの風呂もほぼ同じです。温泉はどうでしょうか。先ほどは木製でしたが、こちらは一製ですね。木の香りがする分、内湯は先ほどの温泉の方が好み。こちらの外湯は開放感があります。視界を遮るものはなくてインフィニティプールみたいです。南魚沼の景色を堪能しながら温泉に浸かるならこちらの風呂です。プライベートサウナも見ていきましょう。こちらは有料で1組あたり2時間12,000円で利用可能です。サウナの本場であるフィンランドと同じくサウナ室は低めの設定。こちらは水風呂。大沢山の流水かけ流しで15度前後。裸で利用できますが、水着を使用してもいいそうです。温泉とサウナで温まったらアイスが食べたくなりますね。無料でアイスを提供している場所があると伺いました。テラスに出て冷蔵庫を開けると桃太郎アイスと金太郎アイスがありました。新潟県の代表的なアイスであり、桃太郎アイスはいちご味、金太郎アイスは小豆味です。続けて1階の設備も見ていきます。まずはホテルショップ。普通のホテルショップとは異なり、ライフスタイルを提案のコンセプトにしています。食品だと静岡県産のみかんのみを使用した 100% みかんジュースや日本古来のハーブを使用した飲料、新潟県産のコシヒカリと大豆を使用した味噌など高品質の食品が手に入ります。金物の町、燕三条の包丁、萬古焼の土鍋、自在鍋などの調理器具もあります。ソファーやテーブル、ベッドなども揃っており、値段は張りますが、いいものが手に入ります。続けてキッチンツアーに参加。里山十条は自然との調和を目指しており、里山で採れた食材を料理に使用しています。実際に里山の自然に触れながら食材の説明を受けたり、採取の様子を見学するツアーです。今日キッチンツアーということでどこに行くかなと思っていると思うんですが、
キッチンには行きません。キッチンツアーですが今日私たち山朝入ったんですけど、基本的に朝山にいろいろ入って取ったり、あしらいを取ったりとかいろいろしてます。あと下にはですね、ミツバチも飼ってるので、ミツバチの世話をしたりとか、畑で野菜取りに行ったりとか。クズの花咲いてるの分かります？紫の。ここあれがクズなのね。あれがクズなんです。これ今花が咲いてるのはウルイっていう山菜、違うけど牡蠣の一種ですね。ここにだからもう七草は咲き始めてますね。あ、ごめんなさい、今あしらいの葉っぱをあしらいの葉っぱを取ってます。キノコって秋のイメージあるじゃないですか。夏もキノコが取れて、いわゆるポルチーニって言われるやつですね。今日山椒の実が料理できてますけども。キッチンツアーの途中で1台の軽トラがやってきました。里山十条の料理に使用するスイカを届けに来たようです。これ5個がこんな大きいのだったんだ。ヤイロスイカっていう、この後ちょうどもうすごい計算されたようにこの後スイカのドリンクが出るんですけどそのスイカを利用したドリンクをいただきます。神楽南蛮という南魚沼の伝統野菜とスイカを八海山の焼酎で割っています。こちらはおつまみのナスの漬物です。スイカの焼酎割りを飲んでみましたが、意外と合いますね。スイカの甘みと水気で焼酎がまろやかになって飲みやすいです。そこでナスの塩気を足すとまた焼酎を飲みたくなってループします。八海山は日本酒で有名ですが、米つながりで米焼酎も出しています。日本の田舎の夏休みのような懐かしさを優雅に体験できるツアーでした。大沢山の湧水を大きな木桶に流し、スイカを冷やす風景も情緒を感じます。ちなみに冷やされているのはスイカだけではありません。ビールもたくさん冷やされています。無造作に置かれていますが、これは無料提供なので好きに取って飲んでいいです。キンキンに冷えたビールをホテルのエントランスで鯉を眺めながら飲むのは至福の時。さて、晩ご飯です。レストラン名はサナブリといい、田植えに協力してくれた人々をもてなすという意味。農業機械がなかった時代は村の人々が協力し、山の幸と畑で育てた野菜、鳥や豚を集め、滋味深い料理を作っていました。昔の自然と共存する暮らしをコンセプトに料理を提供しています。食事場所は個室と広間から選択できます。宿泊者が少なければ個人的には広間がおすすめです。広間を貸し切り状態で利用できたからです。夏場の里山十条は割と宿泊客が少ないため快適な環境で食事できます。まずは魚沼の日本酒角嶺で乾杯。300年以上の歴史を誇る青木酒造のお酒です。夏にぴったりの冷製の前菜。寒暖差の大きな南魚沼で育ったトマトは甘く旨味が強い。そんなトマトを濃縮し、一皿で30個分も使用したスープです。自家菜園で採取したバジルやミントが口の中をさっぱりさせて涼しさを感じます。濃厚だったのでスープでも日本酒が進みます。新潟の地鶏を使用した料理。皮を炒めて取った油で炒めたおから。裏山で採取した天然三つ葉や山うど、きゅうりで構成されています。そなぶりの料理には10のルールがあります。ざっくり要約すると、南魚沼の旬の天然素材を余すところなく使用して、滋味深く健康的な食事を提供すると書いています。続けて夏の精進はもの、かんぴょうの原料となる夕顔を使用した料理。トウモロコシの元毛を添え、スープの出汁は夕顔の綿とトウモロコシの芯から取っています。食材を余すところなく使用しつつ、味も絶品なのがすごい。秘訣を伺うと、仕込みにめちゃくちゃ時間をかけているとおっしゃっていました。これは家庭では作れない。鮎の米粉パスタ。里山十条では塩焼きの鮎を丸ごとペーストした鮎そばが名物。それをカスタムし、新潟の米粉を使用したパスタと絡めています。鮎は生きた状態で里山十条に届き、特殊な処理をしてから焼くため、内臓の臭みもない。鮎の濃厚な旨味の後に、薬味の爽やかな味が追ってきて完璧な一皿でした。
次の一皿は新潟ホルモン。新潟には日本最大級の奥只見ダムがあります。高度経済成長期に建てられたダムであり、ダム建設のためにアジアから多くの労働者が集まりました。大陸出身の労働者から生ホルモン文化が新潟に入り、新潟の名物となりました。その白もつを乳酸発酵させた野菜とハーブの香りで楽しむ料理でした。これまで4品食べてきましたが、すべてうまいです。料理のお供も進みます。八海山の地酒、魚沼で候です。日本一うまいと言われる大沢産のコシヒカリが炊き上がりそうになっています。魚沼産のコシヒカリは有名ですが、その中でも南魚沼産が最高だと言われています。南魚沼の中でも魚野川の右岸と左岸では左岸の方が質がいい。左岸の中でも土壌と水質に優れる君沢、大沢、河湾沢が抜群。米仙人と呼ばれる鈴木氏が育てた超厳選のコシヒカリです。はたまたおかしくなりそうなほどうまいです。夏のおひたしも登場。4月まで雪が残る魚沼では野菜収穫は7月から。ナス、ズッキーニ、キュウリ、トマトなど魚沼では伝統野菜が育てられています。それぞれの夏野菜をそれぞれに適した調理をして出汁に含ませた炊き合わせです。お盆に子供が帰省した時をイメージして贅沢に佐渡のアワビを添えています。特に魚沼はナスが有名。これが今まで食べたナスの中で一番美味しかったです。放牧された短角牛、岩手で有名な短角牛を新潟の妙高高原の笹ヶ原牧場で肥育させています。江戸時代から岩手と新潟は牛を通じた交流があり、新潟でも伝統的な牛となっています。その短角牛を低温でじっくり調理、丁寧にマリネした料理です。大沢のコシヒカリと合わせて食べると幸せな旨味が広がりました。西京焼きと漬物。これは予定のメニューにあったものではなくご厚意で提供してもらいました。お米との相性が抜群です。最後に雪国マンゴー、カルレッジであり、マンゴーの生産に適さない南魚沼、暖かい温泉が湧くため、その熱でビニールハウスを温めて作ったのが雪国マンゴー。食後には山で採れたハーブを使用したお茶。驚いたことに全く青臭くもなく高級なハーブティーを飲んでいるようでした。最高の食事でした。俺は食用におにぎりを握ってもらいました。晩酌タイムです。里山十条には2つのラウンジがありますが、こちらはロビーの2階にある小屋組。昔、蚕を飼育していた母屋で、チェックインからチェックアウトまでコーヒーやお酒、スナックなどがいただけます。どんなラインナップがあるのか見ていきましょう。スナックはビスケットやおかきなどがありますね。お酒はどうでしょうか。ウイスキーはシーバスリーガルの12年。新潟らしく八海山の原酒で仕込んだ梅酒。先ほども登場しました八海山の米焼酎、南魚沼の日本酒高千代。八海山の日本酒ですが純米吟醸。各例の雪男。日本酒を飲み比べましたが各例の雪男が好みでした。さっぱりして飲みやすい。こちらはもう一つのラウンジ、人々です。普段はアートの作品展示にも使用されているイベントスペースです。イベント使用していないときは宿泊者専用のラウンジになります。洋書や料理に関する書籍などが蔵書されており実用的です。19時から23時はバータイムとしていろいろなお酒がいただけます。お酒は小屋組とは異なるラインナップ。この時は梅酒が多かったです。コーヒーは有機栽培 100% の豆を使用しています。客室に戻ってお風呂に入ります。周囲に人工物がほとんどないため、外は暗闇です。外では牛ワイルが鳴いています。この一日でかなり心が洗われました。おやすみなさい。おはようございます。朝のテラスで日の光を浴びます。池の表面が波打っているのは雨雲のせいです。椅子の上に可愛らしいご友人が着席していました。アマガエルですね。妻がちょっかいをかけたら体に飛びついてきました。それでは朝食へ向かいましょう。朝食は個室でいただきます。里山十条の発酵部屋で作られた漬物、卵かけご飯用の卵。
郷土料理の切り材、納豆に野沢菜などの古漬けを合わせた料理、醤油なしで漬物の塩気でいただきます。大沢のコシヒカリ、研ぎ水から炊飯まで全て大沢山の湧き水を使って炊き上げています。味噌汁を作ってまいります。里山十条の全ての調味料は無添加、天然醸造。醤油と味噌は今では貴重な木桶天然醸造品を使用しています。その味噌を使って自分好みの味噌汁を作れます。野菜に火が入るまで少し待ちます。その間にコシヒカリ。本日のおかずですが、大豆の煮物、だし巻き卵、山菜の茎を使いましたふき味噌と車麩の煮物、イワシの生姜に骨まで柔らかくなっております。大根おろしと一緒にお召し上がりください。切り干し大根とデザートはオレンジでございます。味噌汁の野菜に火が通ってきました。そのタイミングで味噌を少々入れると最高の仕上がりになります。朝ごはんの全体像がこちら。こういうのでいいんだよという感じ。混ぜた切り材と一緒にご飯をいただくと、本当に里山十条に宿泊してよかったという気持ちになります。シャキシャキの食感の野菜と優しい味噌の味が合わさり、スルッと喉を通ります。タツンと弾力のある卵焼き。新潟名物の車麩の煮物。新潟のは本当に美味しい。イワシの生姜に本当に骨まで柔らかくて背骨が箸で切れます。切り干し大根はシャキシャキで美味しい。江戸時代から全国に名を轟かせている越後味魚の産地である南魚沼。里山十条では米、大豆、発酵食品を中心に食材から出し、調味料まで無農薬、有機栽培、天然醸造、無添加、自家製にこだわっています。山海の恵みを清らかな水と空気とともにいただける最高の食事でした。さて、そろそろおいとまの時、2014年に築150年の古民家を改装してオープンした自然との調和を目指す里山十条。南魚沼の里山で自然と触れ合いながら天然温泉や手間暇かかった食事をいただける贅沢な環境。夏に宿泊しましたが、安くて夏野菜も美味しく、宿泊宅も少なくて快適に過ごせました。夏に里山十条へ宿泊するのはありです。